極意になります。ラップをかけるともっとよく染まるそうです。今日もですね、ヘナの実践版なんですけど、どうやらうまく染まらない、よくわからないっていうお声結構いただくらしいんですね。この間のヘナの動画もすごいたくさんの人に見られていて、だからヘナの質問めちゃくちゃ多いんですよ。今日はですね、うまくできないなとかドキドキするなって心配な人にもね、これを見ていただければ、もう初心者でも簡単、これで完璧ヘナマスターっていう感じでですね、ヘナ染めの極意をお伝えしながらやっていこうと思います。でね、その前にですね、私ちょっと謝らなければいけないことがあるんです。皆さん、なんか私のね、染め方結構ですね、ワイルドみたいなんですよ。なんかうちのスーパースカルプの方にスタッフさんで美容師の免許を持ってる方がいるんですけどね、彼女に言われた私の染め方でかなりワイルドですよっていう、ワイルドタッチだったんで、私はそれ教えられた通りにやってただけなんですけど、かなりそのやり方だと染まらない人もいるかもしれないっていうことなので、美容師のその免許を持ってる彼女が徹底的に調べてくれました。ひたすらね、ヘナについて調べてくれて、もうこれで完璧っていうような本当に些細なことなんですけど、そう言われてみれば確かになっていうことがいくつも心当たりがありましたので、それ交えながらですね、やっていきます。まずはじめに用意するもの、皆さん、まずはヘナケープですね。ヘナケープ、ヘナを混ぜるボウル、何でもいいですよ、ボウル、もう何度、ヘナを混ぜるボウルと、あとこういうの泡立て器みたいなやつですね。ヘナブラシ、先っぽがこうヘナ塗るところと、あとこう髪の毛をこういうふうに分けるところですよね。これがあると便利。ヘナブラシですね。ヘナキャップで蒸らします。そして、汚れてもいいタオルを2枚、100均でよく売ってる手袋ですね、ビニール手袋、これ必ず使いますね。指の間にめっちゃ入っちゃうんで使ってくださいね。どんなのでも大丈夫です。それから今日はこれだけで染まらない人のために、今日はねちょっと用意したものがあります。まずサランラップ。サランラップで私は巻いてませんでしたけど、巻いた方ががぜん染まりが良くなるらしいです。それから霧吹きですね。霧吹き、シュッシュ。この霧吹きも実は髪が少し湿ってた方が色が乗りやすいっていうことが調べによって分かりましたので、今日はそれも使っていってみようと思います。そうしまして、あとは一番重要なヘナと、これヘナ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 呼んでるのは何かっていうと、ヘナのここにオレンジって書いてありますね。ヘナオレンジっていうのが私がいつもヘナって呼んでるものです。ヘナ染めはまずこのヘナオレンジがないと始まらないです。そしてこれだけだと本当に髪の毛はオレンジになっちゃうんですね。でその後真っ黒にする、黒くするんだったらこのインディゴ、そして真っ黒はさすがに嫌だなって思う方はブラウンっていうのが新しく出ました。でね、この3種類があるんですね、ヘナ染めには。で必ず使うのはオレンジです。このオレンジを最初にやって3、40分置いて流して、あらかた乾かしてから次にさあどっちをしようかっていうことです。私好きなのはインディゴですね。私の髪真っ黒ですよね。これ全部もうここも3年も4年もずっとヘナしか染めてないから、多分この髪ほとんどインディゴの色。私この色ね、すごいですよね。退色さえしないんですよ。と綺麗に染まるんです。ただ皆さんのお声から最近は黒くなりたくないですっていう、ブラウンっていう新しく出たブラウンで果たして私の髪が茶髪になるのかっていう実験をしています。それで私はここのところ3、4回はこのブラウンで染めてます。正直ね、ブラウンだと確かにね真っ黒にならない。でもね、持ちがいいのはインディゴだと思いますね。インディゴの方が結構持つ、退色しない。ブラウンは若干退色するような気がします。茶色が抜けてきて若干オレンジになってキラキラってなってくるような気がしますけど、それでも何でも真っ黒になりたくない人にとってはブラウンいいと思いますよ。あとね、匂いがきつくないでインディゴほど染めやすいですね。そしたらやっていってみましょう。では今日はプロ直伝のコツ、美容師の千鶴子さんがですね一生懸命調べてくれましたので、千鶴子さん直伝ヘナの極意やっていきます。必ずヘナケープしてください。ヘナケープしてても中に着る洋服はね、こういう風に襟ぐりがねこう開いてるのがいいですよね。ちょっと汚れちゃうので。それから始める前にチェックしておいてほしいことが2つあります。まずは室温と体温です。私ね言われて初めて気がつきましたが、私はなんでそんなに
にねよく染まるんでしょうっていうことになったんですね。私失敗したことないんです、ヘナ染めで。でも他の人は染まらない、あんまし染まりが悪かったって人がいる、なぜだろうって考えた時に、うち室温が高いんじゃないかって言われました。そう言われてみれば私北海道育ちですので、冬はものすごく部屋の中をあったかくします。あったかくして、そしてこうやって今半袖でいますよね。正直いつもこんな感じで室温をあったかくして、家の中ではめっちゃ薄着っていうのが北海道の人の結構特徴なのかもしれない。最低でもですね、室温は22度以上でお願いします。今うちはですね24度になっております。セッティングが22度以上ね。あまり寒いと染まりが悪い。あと体温、私は体温普通ですけど 36.5 ぐらいですけど、体温がすごく低い人は染まりが悪いって言われてますので、そういう人はあったかくする、足とか寒くならないようにですね、とにかくあったかい服装でやってみてください。それからヘナをね、いつも混ぜる時の、これ私勝手にお水をバーって使ってましたけど、これもやっぱり40度から50度ぐらいのお湯がいいそうです。なので今日はお湯でやってみますね。はい、じゃあまずはオレンジからです。使いかけのがあるから使いかけのってみますよ。これじゃあね、ちょっとこれじゃあちょっと足りないかなって、私の場合は半分ぐらいが必要かなって思うんですね。1袋は全然使わないんですけど、このぐらいは必要かなって思うので、後で新しいものを足していきます。皆さん髪の毛のね長さに合わせてだいたいね3分の1からね半分ぐらいヘナの量を使いますね、1袋の中の。これはこうやって満パンに入ってるじゃないですか。満パンに入ってるのに少し今足りない分だけ足しますね。結構持つんですよ。髪短い人はね、ほんと3分の1ぐらいこれ1回にしか使わないです。ここに入れましたね。ここにお湯を足していきます。混ぜ混ぜするじゃないですか。硬さはね、マヨネーズの硬さです。マヨネーズぐらい。これだとね、これだとまだ硬いですね。ボテってなっちゃう。これだとまだ硬い。何回かに分けてやるといいですね。マヨネーズぐらい、こんな感じですね。マヨネーズってほら、ポテ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 、こんな感じ、こんなぐらいでいいと思います。綺麗に混ざりました。はい、じゃあここで手袋をしますね。はい、手袋はね両手にしてください。そうしましたら、汚れてもいいタオルをで輪ゴムで留めておきましょう。はい、塗っていきますね。手早くパッ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 と塗っていきましょう。まずはね、ヘナは地肌にべったりとつけていきます。ここがコツと分けて、こういう風に地肌見せますよね。そしたら地肌にべったりとつけていきます。よいしょ。こう分けて地肌にベターっとつけていく。で、時々ね、ヘナ染めが終わってから頭が痛くなるっていう人が数人お話聞いた中でいらっしゃったんですね。で、そういう方はね、多分このね、こちらのヘナオレンジの方じゃなくてインディゴがそうなるんだと思うんですよ。そういう方はインディゴの塗る時間を短くするとかですね、あとこうやってヘナみたいに頭皮にべったりつけないで、狙ったところ、染めたいところだけを丁寧にもう少し細かい筆でやっていったりするといいかもしれない。例えば歯ブラシのブラシとかさ、歯ブラシあれでしょ、ああいうのとかでやっていいかもしれないですね。はい、ヘナのオレンジはもうとにかく地肌から、これが鉄則。そうするとね、地肌もすごく元気になって綺麗になるんです。そういうことで、こういうこともありますよ。後で流すからね。よし、気を取り直して。私自分の染め方がワイルドだったなんてね、もう全く知らなかったです。言われて初めて気がついた。その方は少しワイルドですねって言われたの、千鶴子さんに。千鶴子さんは一生懸命調べてくれた。でもヘナね、染めてやってみてすごく良かったっていう声の方が実際多いんですよ。本当にそういう声の方が多い。良かったって言って、本当に私でもできましたっていう方は本当多いです。一見面倒くさく感じるんだけれどもね、それは仕方ない。多少はボリュームもなくなるし薄くもなります。でもね、できるだけ守りたいじゃない。そういう時にはやっぱり簡単に染まるかもしれないけど、あんまりドラッグストアで売ってるケミカルのものをね使うとね、本当に地肌にダメージいっちゃって、髪がめっちゃ細くなってボリュームがなくなって抜け毛になって薄毛になるっていうね、順序をたどるんで、
やめた方がいいですね。こういったね小さいところあるじゃない、こういうところ、ここねしっかりね塗ってください。ちょっとオーバー気味に塗ってください。はみ出ちゃってもいいから、こうやってキュッキュッキュッて。でヘナはねもうほんと地肌からつけないと根元のところが染まらないです。なのでしっかりとね地肌に冷たいヒヤっていう感じっていうのかな、ヘナを感じるぐらい地肌がしっかり塗った方がいいと思います。髪の毛の上だけにのせてたら冷たさを感じない、これは今ぬるま湯でやってるからもうちょっとぬるいんですけど、ヘナが塗ってるっていう感じをしっかりと地肌に伝わるように地肌まで塗るっていうことが大事ですね。この後ろの方とかは難しいんだけど、私はだいぶ慣れてきたんでもう見なくても感覚でできますが、難しい人はお家の人とかに手伝ってもらったりしてくださいね。うなじの方とか難しいですよね、こういうところ。意外に忘れがちなのが耳の後ろです。耳の後ろもしっかりここの耳の見えるかな、見えないかな、ここですね、ここですね、ここをしっかり、もうだいたいこういった周りは濡れてきたので、そうするとここも濡れてきました。まだちょっとボウルの底に余ってるヘナを取ったらもったいないので、髪全部にトリートメントヘナパックだと思ってべちゃべちゃって塗ります。たっぷりと。この黒いところに塗らさってなくても全然大丈夫です。別に黒いところは関係ないから、ヘナは黒い色を染めるっていうことではない。あくまでも白髪にしか色が染まらないから、ここまで染まってないじゃん、それは関係ないです。気にしなくていいです。あってもなくてもどっちでもいい。ただ髪にいいから泥パックっていうかヘナパックってよく聞きますね。ヘナの持っている髪の毛をねこう強くしっかりするっていう特徴を他のところにもこう分けてあげてるだけで、髪を染めてるわけではないんですね、この黒いところは。でこういう風に地肌をマッサージするとすっごい気持ちいいです。地肌にねむぎゅむぎゅってこういう風にむぎゅむぎゅむぎゅって動かすのね、地肌を。ここまで焼きました。そうしましたらね、私はいきなりね、今まではこのタオルをバフって巻いてましたでしょ。でもいきなりタオルに行かずにラップをかけるとすごくいいそうです。それからこの小さいところあるじゃないですか、こういう小さい毛っていうの、短い毛、そこにこういったキッチンペーパーやサランラップなどをこういうふうにちょっと細かくやって少し濡らして、こういうふうに濡らしてここでピタッと押さえて、そしてサランラップを巻くともっとよく染まるそうです。これも千鶴子さん直伝です。キッチンペーパーでもいいですよ。キッチンペーパーでもいいしティッシュでもいいですよ。ここのピチッとピタッと押さえてよく染まるようにそしてからのサランラップです、よいしょ。まあなんというか、よいしょよいしょ、一人でやると意外に難しい。あったかいサランラップ炊くと、それからこのタオルを巻いて、でこの上からヘナキャップをかけて濡らします。こういうことですね。こうでございますよ。これで寒くならないようにして40分ぐらい、ヘナは40分ぐらいですね、置いてください。でヘナの場合は40分以上置いても全然問題ないです。インディゴはまたちょっと置けばいいってもんじゃないんですけど、ヘナは正直、お昼寝しちゃっても大丈夫なぐらい、ヘナって結構大丈夫なんです。でも私の場合は今はこれで40分間ですね置いてみます。40分経って流してきました。根元こういう風にオレンジ色になります。かっちりとオレンジ色にこういう風に染まったと、これが成功ですよ。これがヘナオレンジの染めた後、ここが白かったってことですね。白髪のところにオレンジが乗ってきますので、このオレンジがこういう風に綺麗にオレンジが入ってれば、この後のインディゴもブラウンもすごく綺麗に染まるはずで、流す時にポイントです。シャンプーはしない、ひたすらお湯で流すんです。流すだけですね。そしてこっからがですね、今度極意になります。今までは言ってこなかったんですけど、乾かす時に 100% 乾かしきらない8割方、少しまだ湿った状態でいきます。さらにですね、ちょっと乾かしすぎちゃったなって方は少し霧吹きで少し湿らせてあげてもいいかもしれないですね。少しですね、その方がインディゴは乗りやすいっていうことです。よし、じゃあ次には暗い色に染めたい人はここみたいにインディゴおすすめです。真っ黒になりたくない、もうちょっと明るい色がいいわっていう方はブラウンが
おすすめです。でね、匂いはね、インディゴよりブラウンの方がね、軽い。インディゴ臭が薄いんですよね。だから染めやすいかもしれない。ただ、退色があんまりせずに、インディゴの方が長持ちすると思います。持ちがいい。まあ、その辺は自分のお好きな感じで合わせてくださいね。私はですね、今、ヘナで茶髪になることを目指しているので、ブラウンいってみます。このぐらいを残して、こっからここぐらいまで私多分使う感じですかね。入れてみましょう。カレースプーン大さじ2杯分から3杯分ぐらい。髪の長さによりますね。結局こういうさ、ところは染まらないわけだから。染めたいのはこの白く出てきた部分だけなんですよね。そんなに実際のところね、量は使わないんです。ここに入れてます。さて、じゃあ、またポイントですよ。これはぬるま湯です。40度から50度ぐらいのぬるま湯。それをここに入れていきます。これもまたね、硬さとしてはマヨネーズぐらいの硬さです。粉の粒子が細かいから吸わないように気をつけてくださいね。これまだ全然硬いですよね。ザラザラザラ。インディゴの方がね、ちょっと匂いがね、畳の青い畳あるじゃない、あんな感じのイグサっていうんですかね、あの匂いがね結構します。このインディゴはねもっとする青臭い匂いがします。マヨネーズぐらいだから、マヨネーズもうちょっと硬いよね。ちょっと私緩すぎました。まあでもこれでもできないことないです。やってみましょうか。それではまず用意するのはヘナケープです。汚れてもいいタオル、それをゴムで留める。はい、そして手袋。これ洗えばね、手の汚れとかも全然落ちるんですけど、爪の間に入るとね結構落ちにくいから手袋あった方がいいですね。ちょっと軽く湿らせようか。またシュッシュ軽く。これ今まで私この軽く湿らせる方法は初登場ですね。今までやってきたことなかったんで、湿った方が色がのりやすいそうです。じゃあこんな感じでできました。入れていきます。インディゴとかブラウンは時々ね痒くなる方がいらっしゃいます。あと先ほども言いましたけど、冒頭に頭が痛くなる方とかっていうのも時々いらっしゃいます。稀にですね100人に1人ぐらいいらっしゃいます。なのでそういう方は無理せずこの地肌からべったり塗るというよりは、上手にこういう風にオレンジになったところだけをこういう風に染めていくっていうような工夫をすれば大丈夫だと思います。あとね、ここもまたポイントなんですけど、毛の流れに逆らってよくねこういう風に塗る人がいるんですよ。わかります？この根元からこういう風に生えてるじゃないですか、髪の毛って。それをこう逆らって往復しちゃう方、これはですねうまくないやり方です。うまく染まらないですよ。若干横柄しないで丁寧にこうパカって分けたら、ここに塗って、こっちはこっち、こっちはこっちみたいな、こういう感じの塗り方していってください。こうわーわーっていう風にやらないようにね、必ず分けて。私はブラウンやインディゴで痒くなったり頭が痛くなったりしたことは私はないんですね。稀にねいらっしゃるみたい。でもそういう方もね、置き時間を短くしたりとか、あと地肌にべったりつけずに、例えばやってみますよ。ここだったらさ、ここがオレンジじゃないですか。ここのオレンジのとこにこういう風に丁寧にっていうことだよね。私はもうここからべちゃってこういう風にいっちゃってますけど、丁寧に細かくやって地肌にべったりという風にしなければ、そんなに頭が痛くなる現象も起きにくいと言われています。あとですね、インディゴやってる時にね痒くなったりとかね、そういう方もいるんです。そういう方っていうのはズン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 ってこう立てない方が刺激が少ないです。優しく寝かす。全てにおいても私かなりワイルドでしたね。自分で自覚してなかったけど、あんまりそういうことも考えずにパッ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 ってやってました今まで。それでも全然私は平気だった。でも人によってはそうじゃないので、丁寧なやり方の方が向いている人もいます。そういう方は毛をねあんまりこうチンツンツンツン立てて刺さないように、毛の流れに逆らわない、丁寧にね。短い毛が生えてるここがね白いとね意外にキラキラと目立つんですよ。だからしっかりとねたっぷりちょっとオーバー気味に塗ってあげていいと思います。あんなに髪の毛オレンジになっちゃってどうするんだろうって思われるかもしれないけどね、びっくりするぐらい綺麗にオレンジなくなりますから。あと地肌のオレンジもなくなります。不思議ですよね。特にインディゴですけど、毛を染める力っていうのが作りたてが一番強いんですって。で1時間を過ぎちゃうとインディゴはね繊毛力が弱まるそうです。だから作り置きしたりとかは絶対しないようにしてください。染まらなくなっちゃいます。幼児混合型ですね。染める時に
必ず混ぜるっていうことですね。その方が染まりがいいですね。で、余ったからって言ってもったいないからって言って来週使おうとかっていうことはちょっとやめた方がいいですね。インディゴもしくはブラウンですね。これは長く放置すればいいってもんじゃないんですね。染めてから30分から1時間、マックス1時間以上やっちゃうと、逆にブラウンとかインディゴとかの黒や茶色の色よりも最初のヘナのオレンジの方が強く出てくるんですって。私それはね、知らなかったです。そんなに長く送ったこともないんですけど、ヘナ染めしてる間にもう疲れちゃってこのまんまお昼寝しちゃう人がいるんですね。このインディゴはね、ダメ。インディゴはダメだそうです。インディゴは切って時間計ってマックス1時間で、私は40分しかしてないです。でも綺麗に染まります。あとね、毛の色をあんまり黒くしたくない人は30分でも20分でもいいはず。そうするとね、黒にならなくて済む。もともと私が今やってるブラウンっていうのは真っ黒にはならないです。40分置いてもなんとなく茶色い、真っ黒だよね。なかなか意外にこのヘナも奥が深いんだなって思いました。時々美容師さんとかでもヘナやってますよっていうところあるんですけど、どうしてもね、時間短縮のためにね、ジアミンが入ってるんですね。聞いてみられるといいと思います。本当に 100% ヘナでやってる、そういったポリシーを持っている美容師さんももちろんどこかに必ずいらっしゃると思いますよ。でもどうしたってこんな何十分も何十分も時間を置いて1回で染まらなかったり二度染めしたりっていう、こういうめんどくさいヘナですので、回転が悪いでしょ。やっぱり美容師さん的にはどうしてもジアミンだけは入れておりますっていうところが、私が聞いたところでは多かったかなと思います。その辺ちょっと調べてね。あとね、こういう方もいらっしゃいました。一回こうやって染めて時間がかかるので、ラップをしてタオルを巻いて帽子をかぶって家に帰ってもらうっていう人いました。で、家で流してもらうっていうね。このままね、電車乗って帰るってちょっと怖いですよね。そしたらここの短い毛のところよく染まるように、ちょっと私は今ティッシュ、キッチンペーパーでもいいですね。で、こうやって折ってちょっとだけ湿らせてピタって、ここでなんか猫喧嘩してると、こらこらピタ、このような状態にして、ちょっと湿り気があった方がよく染まるらしいので、この上からもちょっと霧吹きをシュッ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 、これもコツらしいです。初めて知りました。今日はめっちゃ染まりがいいんじゃないだろうか。ラップいきますよ。ピー、タオルでかぶせて、でこの上から吹きかぶります。このような感じです。ちょっとついちゃってるところは後からお水でかびますね。これで出来上がりです。これでですね、今日は私は30分で染めてみますかね。アレクサ、30分経ったら教えて。1番目、30分のタイマーを開始します。はい、それではまた後でですね。はい、ただいまです。ブラウンを30分やってシャワーで流してきました。シャンプーはしてないです。毛先の方だけ少しトリートメントをつけてます。溶かしやすいように。そして今まだタオルドライだけでドライヤーはかけてないんですね。ここでまたね、上手に染まる極意の一つなんですけど、すぐにドライヤーをかけてパリパリに乾かさない方が色が定着するみたいなんですよ。寒くさえなければ、私今は部屋の温度が25度ぐらいあって寒くないので、少し濡れた状態でちょっと自然乾燥させてみようと思います。これも私知らなかったことで、千鶴子さんが調べてくれました。先ほどのね、オレンジのところ、ほら、みんな綺麗に染まったオレンジのところなんかもうどこもないですよね。ここの地肌とかもオレンジだったところも全部染まりました。今まで私が言ってこなかった極意、まとめると、まず1番、室温に気をつける。あったかい方が染まりやすいです。体温もあったかい方が染まりやすい。だから染めてる間中も寒くしないようにあったかくしてください。室温もいつもよりも少し心持ち上げ気味にしてください。それから2番目、ヘナを溶くお水、いつもお水でやってましたけど、これは40度から50度のぬるま湯がいいです。それからですね、ヘナをやった後はいきなりタオルでやらずにサランラップを1回やって、そしてちょっと保温性、密封性を高めてタオルをしてキャップをする。これが良かったんですよ。あとここのちっちゃい毛のところはピッてティッシュもしくはキッチンペーパーなどのちっちゃく切って押さえて、その上
からラップをするとよかったですね。うまく染まります。ここね、ほんと難しい場所だったんですよ。でも今日私すごい上手に染まったと思います。そのおかげだと思います。そして極意の最後、インディゴもしくはブラウンを染める時には、髪の毛がカリカリに 100% 乾ききってない状態、少しウェッティな状態の時の方がよく染まるっていうことですね。でもし乾いてしまったら、この霧吹きでシュッシュってかけてあげて、少し湿らせてあげるっていうのがポイントでしたね。これも新事実でした。私も今まで知らなかったです。今私ブラウン流してきてタオルドライだけしてドライヤーまだかけてないんですね。ドライヤーをねかけて完全にパッサパサに乾かすよりも、寒くないんであれば少し自然乾燥の方が長持ちするそうです。色が定着がいいっていうのかな。なので私少しね待ってみようと思います。こうやってちょっとずつですね、今まで染まり悪かったなーって思う人も今の極意を押さえておけば絶対うまく染まると思います。すごくね染めやすかった。そんなに思ったほど手間もかからないのでやった方がいいと思いますよ。ということで皆さんぜひ参考にしてみて楽しくヘナ染めやってみてください。髪と頭皮にすっごくいいですのでめちゃくちゃおすすめです。また皆さんのお声聞かせてくださいね。レビューとか聞かせてくださいね。それでは今日はこの辺で皆さんおやすみなさい。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。